どうもジラティです。ロストオデッセイまた続きをやっていきたいと思います。前回は、ガンガラとね、やり合ってでねエクスペリメントスタッフだっけ、あそこから脱出してきましたね。あれはマケイベだったのかな、という感じね。でマケイベなんで最後えバーンってね、HP 全員メンバー削られてしまいましたが、ね、それまでのちょっとノーダメっていうんじゃないんですけど、ちょっと何回か挑戦してね、撮りました。それちょっとアップしようかな。これやってる時点ではもうすでに撮ってあるんですが、まあちょっと見せようか。まあ別にね何のメリットもないんですけど、ただイプシロンの時みたいに、どれだったっけな、まあこれもアップしてあると思うんですけど、グリガン戦だっけな、最初のボスね、最初のボス戦、このゲームのそれはノーダメじゃないんですけど、割と簡単に倒せる方法をね、まあだいぶ後になってからこれやったんだけど、もう一回新しいデータから取ってみたのもアップしたりしましたし、ちょっとね、いろんなことをまあアップ、まあ、してると思うんですけど、今回パートいくつかな、例えばパートいくつ20いくつだとしたら点5っていう形で多分出すと思います。一応こんな感じでやりました。ようやく戻り始めた記憶を再び失いに来るとは、その愚かさは30年前と変わらぬな。とりあえず全員プールかけます。で必ず、やつの方が早く動くのでね、どうやってもやつの方が早く動きます。だからこのプールっていうのは今このためじゃないです。これね、たまに魔法ダメージゼロっていう、たまに魔法ダメージゼロが働いたっていうことですね。行くわよ。とりあえずテイク87やりました。やっとできた。これはだから次の攻撃のため、はいどうぞ。だから最初が漢字、あともう一つ山場があるんですけど、魔導力とは何か、その本質を知らぬお前たちに俺は倒せん。とりあえずカットできません今のシーンは。だからしょうがない、とりあえず防御ね。でこのためにやった。でこれでダメージゼロになりますんで、ただしここからの問題、もう一回フォーセスを使ってきます。俺を倒して世界を望むか。真の使命を忘れたお前たちが。でね、これね実はね、今このやってる行動ね、これはね実はねもう一旦前にやらなきゃいけなかったんだけど、まあノーダメ、まあ最後クラウンでノーダメじゃないんですけど、まあノーダメとしておきましょうか。ね、ノーダメができちゃったので、もうこれでよしとしちゃったんですけどね、本当はもう全部防御です。全部防御でいいです。最初のプールだけで5人分全員プールかけて、であと全部防御、それであとは運を天に任せるしかないですね。本当はね、こういうことをやってたんですよ。まずね、次にフォーセスが飛んできます。でパーティクラが飛んでくる。で最初ね、フォーセスパーティクラ、フォーセスパーティクラ、この4回の攻撃をしのがなければなりません。それからやつの、サージペインというとんでもない攻撃が来て負けイベントだと終わってしまうということですね。で最初のフォーセスはたまに魔法ダメージゼロ、これ入れなければもうまず無理です。武器ガード2っていうのでも防げたり他の雑魚戦だとできますけど、ダウンロードコンテンツの武器ガード2っていうの高確率で攻撃をダメージゼロにするだっけ、それも働いてたんだけど、こいつの場合はもう私これ87回目なんだけど、テイクね1回も発動しなかったですね。だからたまに魔法ダメージゼロっていうやつがあるんですよ。それダウンロードコンテンツじゃないよ、普通のやつね、それ
が発動するまで待つしかない、っていう感じですね。ミミントイヤーってやつだな。ミミントイヤーっていうなんかのサブクエでの報酬でもらったのか買ったのかちょっと覚えてないですけど、ミミントイヤーってやつですね。それを今ちょっとさら見づらいんだけど、つけています。ちょっとね耳が出てんの面白いよね。そういうちょっとした変化はあるね、武器とかね。それでねこれ3ターン目なんだけど2ターン目終わったところか。で次にまたこいつフォーセス飛んでくるんだけど、その時のためにね、どうしても、絶対サラだから前衛の誰か希望するやつにミミントイヤーつけてるやつに、あるいはたまに魔法ダメージゼロっていうスキルをつけてるやつにどうしても飛ばしたかったんで、挑発をやってたんですよ。今から挑発と、それから一応念のために効果があるかどうかわからないんですけど、どっちっていう呪術のレベル3ぐらいだったっけな、レベル 2だったかな。それで習得できるどっちっていう、回避率を上げるっていう、それをやってたんですけど、これね実はダメなんですよ。もう一旦前にやらなければ意味がない。こいつのが絶対に先に動くのでね。ガンガラの方がね。それを今からね、これ挑発、それから防御で、これでどっち、これやったんですけど、もうこれは意味がない。なぜならほらこういうことになるから。でこれは運が良かった。これは運が良かった。それがあなたの本気ですか？これをもう一旦前にやらなきゃダメ。だからって防げるかどうか分かりませんよ。でこれももう一旦前、これもどうか分かんない。使命を持たぬ不死の実はこの世の危険因子なのだよ。でこれパーティクラね、次パーティクラが飛んでくるんだけど、全部防御です。でねここまででなんだっけ、ガードコンディションが全く減ってない、っていうことなんであれば、まず間違いなく、次で、全部防げます。まだプールがかかってるんで。でね、私ねいろんなねことをほらやり込むことによって見えてくるものってあるでしょ。皆さんも経験あると思うんですけど、1回ぐらい何回もやんないと分かんないっていうことをねまず一つね、いろいろね今まで言わなかったけどいろいろ発見したこともあるんですけど、とにかく今回で言えばプールっていうのをまともに使ったことなかったんだけど、かなり使えるね。それでね、もう一つね、プールってやつは、1回発動すると、もう1回かけなきゃなんないね。1回攻撃食らったらって意味。さっきパーティクル食らった時ダメージゼロだったんで、まだ、プールは、有効になってます。その確認方法は、もう1回魔法でプールをかけようとすると、グレー表示になってます。だからまだ全員かかってるんで、かける人いませんよと、誰にもかけれませんよっていう感じになっちゃってます。じゃあプールがまだ効いてるんだっていうこと。だから今のフォーセスあったでしょ。で今バーンってマックが食らいましたけど、あそこでもしマックがダメージ受けてたらマックにもう一回やらなきゃならないですね。いいんですよ、どうせこれは負けイベントだからいいんですけど、何か別の戦いの時にね、プールかかってるんだからいいやっていうわけにはいかない。溶けちゃってるんでね。っていうことも分かったし、あとね、これ後で言いますけど、いいか。この戦いでは別のことなんですけど、ちょっと分かったこともあったんでね。とにかく防御。次パーティクラが飛んできます。全員防御ね。これな。で、これでまず間違いなく防げます。ここでね、さっきのねマックにバーンってきたフォーセス、あれで、マークじゃなくてもいいんだけど、ほんのちょっとでも HP が削られて、たとしたら、今のフォーセス、ごめんなさい、パーティクラは必ずだね、ほぼ必ずだね、ダメージが誰かに入ります。例えばね、前衛にフォーセスが飛んでこないにして、今のマック食らってたでしょ、フォーセス。
食らって、まあゼロだったからあれだけど、もしあれさっきねダメージ入ってたとしても、ガードコンディションは減りません。後衛なんでね。今ミンだけが前衛です。一人だけにしました。でね、ガードコンディションが減らないんですけど、今のパーティクラでダメージは入っちゃいます。なぜかね、そういうことも分かったっていう感じね。でなおかつもしミンが食らってたとしたら、全員均等にバーンってダメージが今のパーティクラ入ります。だからパーティクラなるものはよくよくちょっと気をつけなければなりませんね。なんかもっとすごいパーティクラがあるかもしれないじゃないですか。敵によってはね。なんてことも思いましたね。だってさ、まだこのゲーム、出てこないけど、例えば火を防ぐとか氷を防ぐとかっていうのも、あると思うんだよね。あるんだけど、炎はね1個だけね、この中で撮ったんだっけ、この後で撮ったんだっけ、前回ね。だからそうなった時にそれ持ってたってパーティクラー意味ないのでね。あれ確か無属性攻撃でしょ、例えば社員とかみたいに。だから気をつけなければなりませんね。別にノーダメを狙う狙わないの話じゃなくて、もっと強敵がズドーンって放ってきた時に、500ぐらいのダメージがズドズドズドーンって全員に入ると、ちょっとかなりまずいことになるね。ガードコンディションもガタガタに崩れてしまいますし、っていう感じね。でね、さらにもう一つ分かったのは、挑発はすぐ切れちゃうんだね。っていうことを今上に書いてあるけど、そんなことも分かりました。裏切り者にふさわしい結末を選ばせてやろう。でこの後もう負け入れなんでっていう感じね。で全員死んじゃったと。それでね、今ね、ごめんなさい、さっき説明しなかったけど、必ずやつが最初に動くんですが、今の最後のサージペイン以外は防御すらできません。こっちが防御をするっていう行動よりも、そんな敵初めてですね。防御するっていう行動よりもやつの攻撃が早いんですよ。だからなおのことつらかった。です。多分ね、私の予想ですけど、防御っていうものをやると多少はさ回避率が上がるんじゃないの？分かんないけどほんの何%でも上がるようになってんじゃないの、裏の設定で。だからそれの恩恵もすらも受けることができないのでね、もし私の言ってることが本当ならばね、どっちにしたって防御できないってことは辛いじゃないですか。だからね、ちょっと戦々恐々としたというか、もしね今後ね強敵となんかやるときに、長期戦になったときに防御すらできない、ってことになってくる、みたいな敵がいると、必ずその敵が早く動くとかね、よくよく考えなければなりませんね。なんてことがありました。それからね、ちょっと裏でこれよくよく回ってみました。そしたらね、1個ねサブクエ、ほら前回裏帳簿隠し帳簿のなんか県で税務署員みたいなやつに突き出したでしょ、調査員だっけ。で報酬もらいましたよね。でね、もう1個ねありました。でそれはデータをすぐいつもみたいにこうにやって、こうにしちゃったんでね、見てません。ただ発生したっていうのは見た。それからね、カラスがここの目の前にいたでしょ。今の人の前にね、店屋に。でね、ちょっとね近づいたらね、1000年の夢が始まっちゃいました。だからそれもやめました。それはB ボタンを押せばキャンセルできるんでね、読んでません。だから本日の品書きっていうかね、それはここの1000年の夢を見るのと、それからここで3人言い争ってるんですよ。この、クエストをとりあえずやっていきます。それともう一つね、ここの酒場ね、この酒場じゃない、ごめんなさい。ここの酒場で、ちなみに前回、これがありましたね。これね。もう一回一応データ戻って取っといたんですよ。何言ってたんだっけと思って、このでかい方とか小さい方とかいろいろ言うんでね。でこれからアイスキャニオンに行こうとしてるので、
ちょっとさ、でそのでかい本なんかね、足元にこれあるって言うんでしょ。だって倒さなきゃいけないんでしょ多分ね。で前回アイスキャニオン行ったけど、あの動画のまんまです。あれ以上何も言ってないんで、すぐ戻ってきちゃったんで、裏で何もやってないのでっていうことね。でね、まあこれがありましたよねっていうこと。それとね、もう一つね、ここね、こいつからね、もう一つね情報をもらいました。こいつね、あれかと思ったんだよ。裏で待ってる時なんでこいつにまたわざわざ話しかけたかっていうと、こいつリングメーカーだと勘違いしてたのそしたらさ、と思って話しかけてよかったと思って、これね、今んとこね、オーダンの道具屋、そういや知ってるかい。南の方に数百年前に滅んだ大陸があって、そこには今も古代の美術品が埋もれてるんだって。行ってみたいよね。もう一回船が手に入ったらね。呪術と美術が一つになったら素晴らしい、面白いよね。シナドという話だから、ぜひ一回どの子の古の大廃墟、古でいいのかなの大廃墟に埋もれている古代の東方部族だって。まあ呪術っていうからそういうことなのかな。っていうのが、ありましたよと、いうことね。さてと、じゃあ話しかけようか。こいつに話しかけたら始まっちゃったんだっけな。確かそうだったんだよな。じゃあこいつに話しかけてみよう。始まっちゃうんだ。誰でも。こいつおとなしくしろ。こいつっていうことかな。おとなしくしろ。誰が誰に言ってんだわかんないな。なんだと、俺が取ったんじゃねえよ。誰が否定してんだ。お前以外誰がやるって言うんだ誰が誰に言ってんだよ。うるせえぶっ飛ば、これか。こすっからいタリオ。こいつがなんか嫌疑をかけられてんのか。うるせえぶっ飛ばすぞ。おいおい穏やかじゃねえな。どうしたんだ。誰が言った。ヤンセンか。ここの店の売上金がなくなったんだ。ここの店ってその後ろのこと。ここの店ってどこの道具屋のことかな。だってあそこ金持ちの前回見た税務署員みたいなやつの話でしょ。ここのまあいいか。ここの店の売上金がなくなったんだ。異変の間店にあったはずなんだけど、異変っていうのはここがちょっと尋常ならざる状態だった時ですね。エクスペリメントスタッフに行く前のことですね。こいつは前にもコソ泥をやったんだ。マジでそれに異変の間店の近くにいたらしいな。こいつが犯人に決まってる。決めつけられてるね。うるせえうるせえ、そんな金知らねえって言ってんだろう。証拠があんのかよ。こすっからいたり、あれ終わっちゃった。確かに証拠はないが、でも異変の間あいつが店の近くにいたのを見たんだ。この状況で誰かが取るわけないし。なんで？だってそういう状況だ。みんな、いやでもほらおかしくなってない人だっていっぱいいたじゃん。なんで取るわけないしになるの。これ幸いってやつだっているよね。確かに証拠はないが、でも異変の間あいつが店の近くにいたのを見たんだ。その状況で誰か、同じ。あいつが犯人に決まってるだろう。全くみんなが大変な時になんてやつだ。ヤズのじいさんは正直な人で尊敬されてたんだから。じいさん、父さんはあいつが犯人に決まってるだろう。肝心のタリオはなんでお前も俺が犯人だと思ってるんだろう。何まずいな。こんなのがあんのかこのゲーム。こういう場合は違うと思うんだけど、そうだね、してみよっか。俺が取ったんじゃねえよ。どいつもこいつも俺だって決めつけやがって。冗談じゃねえ。あれこれはこれで進むんじゃないの。
2パターンあるんじゃないの？違うんだ。なんだよ、俺もお前も、じゃあ違う。あ、なんだ、どっちやっても結局ここに行き着くんだ。俺が取ったんじゃねえよ。町のやつら俺だって決めつけやがって。それは前にも何度かやったことはあるのあるけどさ、おいおい、ほんとおいおいだな。みんな知ってることだし。そうなの隠してもしょうがねえだろ。俺だってバレないようにうまくやろうとしたけど失敗したこともあるってことさ。そこの場所には本当にいたの？失敗したってじゃあどういう意味？俺のじいさんすごく、正直者で有名でさ、自分も貧乏なのに町のやつらに金を貸したり困ってる旅人を助けたりしてさ。へえ。町のやつら偉く持ち上げるけど結局いいように使われてただけじゃねえか。じいさんは満足でも俺はじいさんみたいにはならねえいい人だったんだね。だいたいあそこの売り上げ盗んだのは誰なんだ？誰なんだって。みんな俺だって決めつけてるけど、他にもうまくやったやつがいるってことだろ。まあタリオじゃないんだろうな。でもな、お前がやってないっていうのは本当かよ。店の近くにいたの見られてるんだろ。そこだよ。本当だって。店の近くったって俺がいたのはちょっとだけだぜ。いや、いたんだ。その間見られるなんてついてねえよ。ちょっとだけか。カラス？もう一つの店にいたあいつか？カラスって前に異変の時にいたカラス、なんかアクセサリーくれた人前に見せたね。ねえ、いつカラスなんて今話出たよ。カラスとかってハテナマークだけど。なんだその話今出てた？サウナは知らねえ。俺が見た時はこっちの店の中から飛び出てきたんだ。またあっちとかこっちとかどの店のこと言ってんのかな。でもあの店のこと言ってんのかな。重そうな袋を加えてたから食い物でも盗んだんだろう。重そうな袋？そのカラスそれからどこ行った？今いないんだよな。さあこう飛んでってあの店と胎児の間あたりに降りたかな。あの店ってまだわかんないな。よくわからんけど。なんだよお前も。同じか。じゃあ違う。俺が取ったんじゃねえよ。同じか。それにしてもついてなかったよ。変なカラスに脅かされてすぐ逃げたってのに。変なカラスに脅かされてすぐ逃げたってのはそのせいで疑われるなんてよ。あのカラス例の店の中飛び出してきやがって偉そうにももう一つの店と体重の間に降りてったっけ。今思えばあいつにただられてたんじゃねえかな俺。あの店ってどれだ？ちょっとこれ角度がさ変えられないからこの店のこと言ってんの？だから体重ってこれでしょ。店の間あたりに。じゃあここなんか光ってる。調べるって出てる。これか。この店のあの店からこっちの店とか言ってたっけ。左から右に。違う、右から左の店に行ったのか。おい、盗まれたっていう金があったぜ。本当か？どこに？ここだよ。家の時そこにいた変なカラスが盗んでたんだろう。あいつ光り物が好きそうだったしまあカラスはね。まさか。いやでも確かにあいつが盗んでここに置くわけないしな。疑ってすまなかったタリオ。あんたたちにも事件解決のお礼をしなければならんな。まあ分かればいいんだよ。司令官のペン。それにしてもあんたたちに世話になったら司令官のペン。司令官世話になったら俺が盗んでないって町のやつらは誰も信じなかったのにどうして。なんだろう司令官って。昔前の祖父に世話になった。そうなの？じいさんってもう何十年前に死んだんだぜ。
信じなくてもいい。まあカイムはね、まあ知ってんだね。そんな話今までなんか出てたことあったっけ？ここで似たようなのってさ、似たようなのっていうか、靴屋のじいさんのことだけど、それも孫なのこいつ。でもなんで司令官のペンなんだろう。相変わらずそっけないやつだな。こいつのことは気にしないでいいよ。カイムのことね。でこいつはってことか。こいつのことは気にしないでいいよ。あとあんたも生きがらな大概にしとけよ。そのうち本当にひどい目に遭うぜ。いやそういうことでだったの。ちょっとじいさん聞きたいね。カラスが犯人とは疑ってやることしたな。犯人じゃないにしても、あいつの態度も悪いよな。まあこっちも決めつけて悪かったよ。よし。じいさんの話聞かせてほしいけど無理かな。よう久しぶりだな。まあゲームにやりがちだね。あんたたちには世話になったから、いいことをずっと子供の頃密輸船を見たことがあるんだけどよ。なんか情報かな。港の堤防のずっと先の堤防のずっと先、何か隠してやがったんだ。気になって探したけど俺には見つけられなかったんだがあんたたちには見つけられるかもしれない。密輸船の船員がサマン港の堤防の先端に。本当に？ちょっと待って。あんたのおかげで無実の罪は晴れたし、町のやつらも反省したみたいだし、ありがとうよ。ちょっとじいさんのことがすごい気になるんだけど。ね、これそっか、そっか、見れないんだね。ここで靴屋やってるっていうのまさかな。なんか関連があるとしたらね、そのぐらいしかほら思いつかないから。司令官のペンか。なんで司令官のペンなのかな。ただグレオじいさんっていうのはいろんな戦場に行った人だとかと仲良かったじゃん。靴がすぐダメになっちゃうからもう一回靴直しに行ってもらったり新調してもらったり、だからその俺でもらったそのペンが、いろんな客からもらったそのペンだなんだいろいろが、今その孫が持ってるって言ってもおかしくないね。なんかブルブル言ってる。ってことはマークがマークある。見づら気づかねえよ。ここか。ハンパ呪術だな、色。じゃあまず、司令官の忘れちゃうな。ちょっとハンパこうだろ。これ5だ。敵1体の HP を2分の1化します。グラビガとかグラビデみたいなもの、みたいなね。マジで聞かねえんだろうな。でもなあれも聞いたっけ、グラビガとかグラビデとか。あんま聞いてないイメージがあったけど、まあ聞くときは聞くよな、あれもな。それから司令官のペンね。これか。隊列固定を無効化します。なるほど。ここを出る前にもなんかこれバインドヒーラーだっけ、なんかあったけど、新しくエクスペリメントスタッフから帰ってきた時にここに入れて、確かバインドヒーラーがここにあった。壺でね、壺に。ってことはこういうやつね、壺ね。っていうことはこのゲームは丁寧に作られてるから、次のアイスキャニオンで使ってくるやつがいるんだな、絶対に。ただ前の暗黒洞窟だっけ、どこだか忘れたけど絶対ボス戦で使うんだろうなと思ったら、実はどっこい
雑魚戦の方が使うっていうね、ボスは全然それを使ってこなかった。だから今の対立固定で言えば、私それがあんまりね、食らったこと一回あったっけ、なんかどっかで、ちょっとあんまり食らってないから分かんないんだけど、使ってこないなと思ってたら、実は雑魚の方がいっぱい使ってきたっていうのがあったね。対立固定じゃないよ、対立か、なんとかっていうやつ、前に動画で言ったと思うんですけど、あ、そうか、千年の夢か。ちょっとセーブしたいけど、ここね。いや、いらっしゃい。今日は珍しい果物が入ったんだ。そこのかな。まあこれもよくほら見てないからすぐやめちゃったから、A ボタン連打で一つ味見してみなよ。町の恩人にはサービスするよ。これで B ボタンね。 A を押して、で B 過ごしちゃったからわからない。さてまた読めない漢字あるぞ。今の果物を見て何を思い出したんだ。さあどんぐらい読めないかな。また漢字。もうすぐ光の雨が降るよ。光の雨。少年は夜の海を指さして言った。光の雨。カイムが聞き返すと、少年はそう、夜中になると海のずっと沖の方に降るんだ。と答え、とても綺麗なんだよと屈託なく笑った。光の雨か。あんちゃんも今夜見てみるといいよ。本当に綺麗なんだ。今回誰が主人公かな。題名は何かな。あ、光の雨か。少年は生まれてから10年間一度も島の外を出たことがなかった。あ、なんかこういうやつ多いな、この千年の今まで何個も見てるけど。まあ病気だったりしてとかいろいろ理由があるけどね。少年が暮らしているのは丸太船で出かける漁と、森の果実を収穫すること以外には生計を立てる術のない小さくそして貧しい島だった。小さく貧しい。夜明けとともに目覚め、満天の星を眺めて眠る単調な毎日。それが、何にも勝る幸せだということを少年はまだ知らない。ああ、そういうね、こういう感じのも前にあったね。でもほら、ここに暮らしてる人ってさ、それをさ、退屈だとかほら感じるじゃん。人間は贅沢だから。だから今回もそういうことを思ってるかもしれないね、少年はね。外の世界に出たいのかもしれない。前にもあったね。でその森の果実っていうのは、じゃあさっきの果物を見て、あれなのかな、今回の件。あんちゃん、砂浜にペダント座った少年の横顔は、月の明かりに照らされて、艶やかな、あでやかな、どっちかなまだわかんないぞ。艶やか、あでやかにしとく。あでやかなチョコレート細工のように見える。艶やかでもいいかな。光の雨の降るところには大きな島があるんだろう。おいら知ってるんだ。そこはこの島よりずっと賑やかでキラキラ輝いてて、おいらには想像もできないほど、うまいものや綺麗なものが溢れ返ってるんだろう。知ってるんだ、おいらちゃんと。誰かから聞いたのかな。カイマ黙って口をする。水平線の先にあるのは大きな島というより広大な大陸。カイマ4日前までそこにいた。貨物船の船底で、三昼夜っていうのかな、揺られて島に渡ってきた。随分だね。知ってるけどおいら見たことない。少年の声が沈む。うつむくと月明かりが横からそれて、褐色の肌は夜の闇に溶け込んでしまう。行ってみたいのか。カイマは聞いた。当たり前さ。やっぱりそういう行ってみたいんだね。少年は即座に答え、この島の子供たちはみんなそうだよと付け加えた。みんなそうなんだって。みんな島を出ていくんだな。そうさ、男も女も自分の力で働けるようになったら島を出てあの国に行くんだ。おいらもあと5年3年もすれば大丈夫さ。あんちゃんが乗ってきた船においらも乗って、あの国に行って、頑張って働いて、
うまいものを腹いっぱい食ってやるんだ。少年はまた顔を上げた。海を見つめる目が、輝いていた。夢と希望に満ちた眼差しだった。まああの国っていうか大陸っていうかね、へえ。でも大人たちはみんなこうなんだ。島じゃあんまり仕事がないのかな。だから少年あの国、だが少年はまだあの国のことを何も知らない。この島にいる限り何一つ知ることはできない。少年と同じように夢と希望で目を輝かせて海を渡った若者たちは誰一人としてこの島に戻ってこない。さすがカイムだね。カイムは来れたんだね。さすが不審者だね。少年は言うだろう。それは決まってるさ。あの国は楽しいんだから。わざわざ戻ってくる必要なんてないじゃないかと、まあそう思ってんだね。言うだろうと。少年は信じているだろう。あの国で待ち受けてる幸福を。けれど少年はあの国のことを何も知らないんだね。それは知らないよね。なんか随分城壁が褐色の肌を持つこの島の人々は、島を出て初めてあの国の人たちと肌の色が違うことを知る。まあリアルな我々の世界で言えば南の島みたいな感じなのかな。この島は褐色っていうし、島の言葉が全く通じないことを知る。あの国の人たちが自分の見る眼差しの冷たさを知る。同じ褐色の肌をして同じ言葉を話す同じふるさとを持つ人に出会うには街の吹きだまりに向かうしかないということも知る。なるほどね。なるほどね。なるほどね。これは日本じゃあんまりないけど、なんかわかる気するよ。アメリカとかさ、イギリスとかさ、きっと少年が初めて覚えるあの国の言葉、自分を指すこんな一言だ。密航者。その言葉を覚えた頃には少年は街の吹きだまりへと続く坂道を転げ落ちているはずだ。いや少年の生き方がって意味なのかな。吹きだまりへと続く坂道を転げ落ちているはずだと。この島の方が平和だよ。浜辺から駆け出していった少年はほどなく胸に抱えきれないほどの果実を、持って戻ってきた。海の風と山の風がぶつかるところに生えている、木の果実だという。じゃあさっきのそれ見てね思い出したんだね。満月の夜に一番美味しくなるんだ。食べてごらんよ。少年は果実の表面をくたびれたシャツで拭いてカイムに渡した。これなんていう名前なんだ。笑っちゃうよ大げさで。幸せの粒って言うんだ。いい名前だよ。カイムは幸せの粒にかぶりついた。あの国のリンゴに似た形だったが。そうなの。それより二回りほど小粒で、その分甘みとみずみずしさが凝縮された味だった。うまいなとカイムが言うと、少年はそうよかったと笑い、けれどすぐにまたうつむいてため息をついた。おいらも大好きなんだけど、でもさ、あの国にはこんなものよりもっとうまい、おいしい食べ物がたくさんあるんだろう。カイムはそれには答えず、幸せの粒をもう一口かじった。少年の言う通り、あの国には幸せの粒よりもっとうまいものはたくさんある。あるんだろうな。正確にはかつてあった。あの国は今、戦場。半年ほど前に戦が始まった。最近だな。少年が夜ごと光の雨を見るようになったな。なんかだから光の雨。ものすごいやり合ってんだね。じゃあどことやり合ってんの。あの国は繁栄を極めていた。きらびやかな幸せは金さえ出せば何でも手に入ったし、力さえあれば、金はいくらでも手に入った。強いことが正義だった。止めることが善だった。なんだ、強くも富んでいない者たちは自分よりも弱く貧しい者を見つけ出して彼らを嘲笑し蔑み虐げることで正義と善を得た。よくこれね、人の不幸は蜜の味じゃないけどさ、
肌の色と言葉が違う島の人々はあの国の影だった。ああ、影があるから光ができるのではない。影があるからこそ光に照らされた明るさが際立つ。なるほど。あの国の住民はそんな風に物事を考える連中ばかりだった。しかしやがて強さを飽和する。飽和？一渡りした。富は滞り始める。拡大するしかない。膨張し続けることでしか欲望を満たせない。これはあるね。なるほどね。強くあるために、止めるものであり続けるためにね。あの国の為政者っていうのかな、読めないぞまた。あの国の為政者かなは隣の国にそれでやり合ってんだ。隣の国ね、戦を仕掛けた。隣か。もうすぐだよ。少年はまた海を見つめる。もうすぐ光の雨が降るんだ。海のうんと遠くで屈託なく笑う。なんか攻撃タイミングがいつも決まってんのか、あの国が隣の国に攻める時のそしたら相手もね、なんだかね、分かりそうなもんだけど、戦はすぐに終わるはずだった。圧倒的な力と富があれば隣国をねじ伏せることなど、簡単だとあの国の住民は誰もが考えていた。確かに戦の序盤は目論見通りに進んでいた。占領地域は日ごとに広がり、あの国は、国を挙げて戦勝気分に酔いしれた。ちょっとあれだけど最初の2行っていうのかな、なんか今やり合ってんじゃん。とんでもないことがさ、大国とさねほんとあれも困ったもんだよ。もうだいぶ続いてるよね。1年ぐらい続いてんだっけ。だが周辺の諸国は次々に隣国を味方についだが周辺の諸国は次々に隣国の味方についた。あの国の敵ってことね、になったってことね。当然だ。隣国が戦に敗れてしまったら次はあの国の標的になるのは自分たちかもしれないのだから。なるほど。あの国の外交戦略はことごとく失敗した。当然だ。力と富を振りかざすことしか知らない国を友人として遇する国などどこにもありはしないなるほど。いきなり攻め込んだのかな。隣国を中心とした連合軍がなるほど組織された。周辺の国々が包囲網を敷くようにあの国を封じ込めようとした。なるほど。なんかいろいろね、リアルと重なるとあの手連合軍ってことかな。手が4つあるね。そこから戦況は膠着状態に入った。局地戦での一進一退が続き、あの国の力となんだタイプライターか。なんかモールス信号じゃないだろうな。あの国の力と富は少しずつ消耗していった。人々の間に出たぞ。までこれ沿線かな。沿線だと思う。わかんない人々の間に沿線の空気が広がり、それを打ち消すために軍部は偽りの情報を流し続けた。戦況は我に有利になり、我が軍敵軍をまたもや撃破せり、占領した地域は次々に奪還され、逆に連合軍が国境を越えて攻めてきた。万有の敵軍、果敢なる我が軍の反撃により全滅せり、外貨を上げる日は目前なり、戦をやめるわけにはいかない。負けを認めるわけにいかない。力と富さえあれば全て支配できると信じていた人々はそれを失ってしまった時の怖さも知っている。これ大本営発表みたいな感じか。連合軍に強力な助っ人が加わった。大陸の北で睨みを利かせる強大な帝国が最後の仕上げは俺たちに任せると言いたげに参戦し、なんかこれあの国で似てんじゃないか、第二次世界大戦の。まあちょっと違うけどさ、あの国を完膚なきまでに叩きのめしたのだ。さっきの大本営発表みたいの日本みたいだぞ。ところが強大な帝国は一つの跳ね上がりの国家を滅ぼすだけでは気が済まなかった。何？軍事的な
違う違う、圧倒的な軍事力が今度は一転なんだって連合軍に向けられた強大な帝国はその長い歴史の中で何度も繰り返してきたように周辺諸国の衝突を機化として、さらに勢力を拡大しようとこれさ、まあいいや言わないけどさ、見る果てもなく荒れ果てたあの国は、主を失ったまま、新たな戦場となってしまったか。連合軍対帝国になっちゃったの。劣勢にさせられた連合軍は別の大陸から傭兵を募った。彼もなるほど、今回はもうまた傭兵だ。傭兵率がやっぱ高いね。カイムは、その中の一人だった。勝ち目のない戦いをもう絶対勝てないの。そして正義のありかがわからない戦いを何日も続け、傭兵部隊が全滅したんだ。を見届けて港へ向かった。それで少年のとこに来たのが島に三昼夜かけて。少年の島は戦では中立を保っていた。島はあまりにも小さくて戦いに参加するほどの戦力もなく、逆に戦いを続ける国々からは狙われるほどの富を持っていなかった。これ前の日本もこういうね思われ方してた時もあったやに聞いたことがある。ずっと前ね、えらい前だけど。だがカイムは知っている。やがて戦線が拡大すればこの島は軍事的な拠点としての価値を持って、これ日本じゃないか。だから第7艦隊が沖縄にいるみたいに、どちらかの陣営が島を占領して基地や軍港を作り上げるか。これ沖縄だよ。もしくは島を徹底的に焼き尽くして敵が拠点にするのを防ぐか。これ焦土作戦だ。スイスが考えているようなことですね。敵が拠点をするのを防ぐか。いずれにしてもちょっとまずいね。いずれにしてもそれは決して遠い未来の話ではない。遅くても数週間後、早ければ 2,3 年のうちにも。じゃあ逃げてきたっていうよりも、加山はそれを伝えるために来たんだ。逃げるっていうよりも、翌朝に出港する別の島への定期便に一人でも多くの島民を乗せられないかと。できれば子供たちから島を逃げ出してほしいね。幼い命が虫けらのように奪われていく光景はもうこれ以上見てくんない。これね、ごめんなさいね。いつか言おうと思ってデータ戻って取っといたんだよ。前回のほらこういうシーンあったじゃん。このね宿屋泊まった時ので、その時にさこれ取っといたじゃん。そしてこっちは撮ってたんだっけ。こっちは戻って撮ったんだっけな。そして継がなければならない。俺が見てきた詩は俺がもたらした詩かもしれないだろう。これね、この時言ったっけ。だからこういうのいっぱい経験してるじゃん。1000年の夢、もう散々読んできたから分かるんだけどさ、だから今のもこういうことを感じてたりするんじゃない。これね、まだこれはね、まだみんな死んでないけど、もう見たくないと。これ以上見たくないね。ほら見て。少年は弾んだ声を上げて水平線を指さした。今夜も降り出したよ光の雨が。連合軍対帝国。嬉しそうに言う。夜空のずっと先の方をこの白い光が染めていた。強大な帝国が艦砲射撃を始めたのだ。艦砲。少年は光の雨の正体を知らないね。知らないから目を輝かせて綺麗だな本当にとつぶやく。確かに遠くを離れて眺める光の雨はまるで無数の流れ星が一斉に降り注いだように美しい。遠く離れている限りにおいてはそうだね。そう見えるしね。湾岸戦争もそうだよね。ゴーと鈍い音が天空から響いた。ゴーゴーゴーと幾重にも重なり合っていた。
雷かな、嫌だな、雨が降ると明日は漁に出られないよ。少年は肩をすくめて笑う。これまずいな。人懐っこい少年だ本当に。海岸に貝を見つけて、旅の人なのあんちゃんはと話しかけてきて、そこから幼馴染のような親しさでおしゃべりを続けた。明日の定期便にはこういう少年が真っ先に乗り込んでほしい。ごめんなさい。別の少年の話してんのかと思った。さっきから出てる少年のことだよね。明日の定期便にはこういう少年が真っ先に乗り込んでほしいね。おいらそろそろ帰るけど、あんちゃんどうするの？木陰で適当に眠れよ。うちの悩んなら平気だよ。夜明けまで休めばいいのに。ありがとう。でももう少し海を見ていたいから。警戒してんのかな。見張ってんのかな。それよりした案内を頼むぞ。分かってるよ。村長に会いに行くんだろう。おいら村長の家に行く近道知ってるから、森を突っ切ればあっという間だよ。へえ。村長に会ったら島を出ることを説得するつもりだった。今なら間に合う。今ならまだ数多くの島民を救うことができる。だが立ち上がってズボンの尻についた。なんか嫌な音がするな。尻についた砂を払いながら少年が怪げそうに夜空を見上げた。変だな。髪の音とはちょっと違うよ。これ、鈍い音は絶え間なく続いていた。そしてカイもはっと顔を上げ少年となった。森だ。森に走れ。早く。もう来ちゃったんだ。その声をかき消して耳をつんざく砲撃の音が響き渡った。光の雨が降り始めてるよ。これ音。島は皆無の人でずっと早く標的となってしまったんだ。早くしろと皆無は少年に手を取った。森に乗り込むしかない。ちょっと待ってあんちゃん。少年は皆無の手を振りほどいて歓声を上げて、夜空を見上げた。光の雨だよ。おいらの島にも降ったよ。すごい。早くはしゃいで踊るように少年をかけ、少年じゃない、踊るように砂浜をかけて、そして光の雨を全身に浴び、ほんの一夜の感放っていうのかな。射撃で島は焦土と化した。自分たちが持っていた幸せの価値に気づかないまま、この優雅な島ね、それを一夜にして奪い去られたのだと知ることすら、夕べまで島に満ち溢れていた人々の命は、今朝は全て生き絶えてしまった。ただ一人永遠の命を持つ貝も除いて、しんと静まり返った夜明けの砂浜に潮騒だけが響く。水平線の向こうの大陸では今日も激しい紫外線が繰り広げられるだろう。まだ決着ついてないのか。光の雨は今夜もまた街に降りしきるだろう。街に行ってこの街にってこと？向こうの街にか。それを美しいと言ってた少年はもうあのつぶらな瞳を見せることはない。一歩遅かったな。一歩というか二歩というか、貝も焼け残った小さな丸太船に少年の亡骸を乗せた。やっぱ本当に死んじゃったか。よく熟した幸せの粒を少年の胸に抱かせたっていうのが天国への長い旅の途中、これで喉の渇きを癒してくれれば嬉しい。船を海に浮かべた。沖に向かって押すと船はうまく引き波に乗って岸から離れていった。船はゆらゆらと揺れながら遠ざかっていく。人懐っこい少年は死に顔まで微笑みを浮かべていた。それは神様の送ったせめてものプレゼントだったのかもしれないって。悲しすぎるなおい。少年は旅立っていく。あの国になんかたどり着くんじゃないぞ。本当だなと祈った。どこの国にもたどり着かない方がいい。そうね。光の雨が永遠に降らない場所、それがこの星のどこにもないことを
火炎は知っている。この島も平和だったけどそうじゃないしね。知っているから少年のために泣いた。胸の中に雨が降る。冷たく悲しい雨が静かに降る。艦隊の立ち去った空は悔しいほど青く広く美しかった。あれ終わりか。あれここを拠点とするその設営部隊みたいのは結局来たのかな。どうだったんでしょうね。だって流れ弾なんじゃなくてこの島を狙った攻撃だったんでしょ。艦隊の立ち去った後の空は立ち去ったのか。あれじゃあもう一回来るのかな。まあどっちかがやったのか知らんけど、そんな無駄弾をさ弾くわけないじゃん。やっぱりここを戦略的拠点としてダッシュすべく来たわけでしょ。立ち去ったってどういうことかな。カイムが蹴散らしたんならいいけど、それは無理か。一人じゃいくら死ななくても。悔しいことは青く広く美しかった。なんてこった。なんてこった。それはここじゃないよね。なぜならこれはだからまた見て、どっかふと違うところを思ったわけでしょ。だってほらここは島じゃないもんね。ほらここね。んでじゃあ次回ここ行こっか。いや今日これで終わっちゃったな。そっか、まあ1000年の夢は覚悟してたけど、まあここ行ってみます。そうね、ということですね。では今回もご視聴いただきありがとうございました。ちょっと今回は何の戦闘もなかったけど、まあしょうがないよね。またちょっと悲しかったね、1000年の夢ね。まあさっき言った、これね、こんな前じゃないや。これね、これね。まあ違うけどさ、違うけど、何かもっとできたことがあるんじゃないかっていうこと。そういう自分にしかできないことがあるわけじゃん。他の人間にはできなくても。それをもっと俺は発揮するべきだったんじゃないのか。死ぬ気でね、やらなければいけなかったんじゃないのかっていう感じかな。だってさ、その気になればさ、敵軍の本陣に突っ込んでって、まあでもそっか、まあなかなか難しいけど、頭を切り落とすっていうことができなくはないもんね。ただ放浪しちゃってんだよね、見てるとね。そういうことができるようなのもいっぱいあるんだけど、今思えばね。だけどそれをしてこなかったんだよね。やっぱりそれは5人とはぐれたっていうこともあるし、記憶がその時あればね、なんかちょっともうどうでもいいやみたいな感じで放浪してたのかもしれないし、わからないよね。だとすればなおのことを、俺が見てきた血は俺がもたらしたものかもしれないだろうと思ったのかもしれないね。もっと真剣に物事を捉えて防ぐべきことがあったと、しかも防げたかもしれないっていうことね。防げたはずだと、俺ならっていうね。他のやつはできなくても俺ならできたはずだと。まあ10のうち1でも2でもね、なのにそれをほっといたと。その結果がいろんな少年の死だったりいろいろあったよね。では、今回はこの辺にしときましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回はアイスキャニオン行ってみましょう。では、次回の動画でまで。ジェラティでした。じゃあね。